テスラはまた一歩先へと進みました。6人乗りの新型 SUV モデル YL の発表、高速距離800キロ超とも言われるモデル3プラスの申請、そしてオーストラリアでは自動運転 FSD のテストが始まりました。おはようございます。ケンです。今日はさらにテスラの安全性を裏付ける火災発生率の最新データ、そしてウォーレン・バフェットさんが語った FSD による保険業界への影響も取り上げます。ぜひ最後までご覧ください。最初の話題は新たに発表された6人乗りの新型 SUV モデル YL についてです。このモデルはテスラが中国で2025年秋に発売を予定している新型で、現行のモデル Y をベースにファミリー層向けに進化させたものです。最大の特徴は3列シートの6人乗り仕様になっていることです。シートは1列目が2席、2列目はキャプテンシートタイプで独立した2席、そして3列目に2人掛けのシートが備えられています。この構成により2列目の中央部に通路が確保されており、3列目へのアクセスもしやすくなっています。そしてサイズも大きく変わっています。全長は18センチ伸びて 4976mm に、ホイールベースは約15センチ拡大。前高もわずかに高くなっています。外から見てもリア部分のデザインが変更されていて、見た目にも大きくなったモデル Y であることが一目でわかります。新しい装備としては、ライトゴールドの新色が追加されていて、スポイラーやホイールのデザインも刷新されています。室内の広さや快適性を重視した作りは、これまでのモデル Y とは明確に違う立ち位置のモデルと言えるんではないかなと思います。現時点では中国専用の発表で左ハンドル仕様となっています。日本や他の右ハンドル市場への展開については、現時点では公式な情報は出ていません。テスラが SUV 市場をさらに広げるための重要な布石になりそうです。では次はこのモデル YL と並んで注目されているもう一つの新型モデル、モデル3プラスについて解説をしていきます。こちらは2025年7月、中国の工業情報株、いわゆる MIIT の承認ベースデータに登録された新しいモデルで、正式な名称としてモデル3プラスが記載されています。見た目は現行のモデル3と大きく変わらないものの、性能面では大きな進化が期待されています。最も注目されているのが航続距離です。具体的な数値はまだ発表されていませんが、今回申請された仕様を見る限り800キロを超える可能性があると予想されています。これは現在中国で販売されているデュアルモーターのモデル3ロングレンジが CLTC 基準で753キロという数字になっているため、それを超える最長仕様と見られているからです。バッテリーには LG エナジー製の NCM バッテリーが採用されていて、これはニッケル、コバルト、マンガンを組み合わせた高エネルギー密度タイプの電池です。より長距離の走行を可能にする一方で、価格帯は少し上がると予想されています。モーター出力も強化されていて、リアモーターは 225kW。これは現行のリア駆動モデルよりも高出力になっています。また、最高速度は200キロ、車長は1760キロと、スペック面でもバランスの取れたロングレンジ仕様になっています。現時点では中国市場限定での申請となっていますが、このような超長距離モデルが今後グローバル展開されることで、テスラの EV としての優位性がさらに強化される可能性があります。特に長距離をよく走るユーザーや航続距離を重視する投資家にとっては注目の新型と言えます。続いての話題は、テスラがオーストラリアのシドニーで開始した FST スーパーバイズドの実証テストです。こちらはテスラの公式アカウントが公開したもので、実際の市街地を走行する様子が2分半の動画として紹介されました。今回のポイントは、テスラの FST、つまり完全自動運転の支援機能が右ハンドルかつ左側通行という日本と同じ道路環境でテストされているという点です。走行したのはシドニー市内の複雑な交差点や交通量の多いエリアで、
FSD がスムーズに走行している様子が確認できます。テスラはこの FSD で地図データに依存しないビジョンオンリー、つまりカメラの映像だけで周囲を認識して判断する方式を採用しています。この映像からも信号、歩行者、自転車、交差点、合流といった様々なシーンに対応していることがわかります。現時点ではこれらはまだ商用展開ではなく、あくまで技術デモンストレーションという位置づけです。映像の冒頭でもプロトタイプ車両によるテストであり、導入は規制や開発状況によると明記されています。ただ、右ハンドル市場で FSD テストが公開されたという事実は非常に大きな意味を持ちます。これまでアメリカやカナダなど左ハンドル右側通行の国で主に進められていた FSD が今後日本やイギリスなどにも対応していく可能性があるという一つの前触れと言えるからです。オーナーの方にとっては FSD が日本でも使えるようになる日が少しずつ近づいていると感じられる、そんなテスト映像じゃないでしょうか。はい。では次の話題はテスラが発表した火災発生率に関する最新データです。これは2023年におけるテスラ車と一般車の火災発生頻度を比較したものになります。テスラによると2023年のテスラの車両は1億5500マイル走行あたりに1件の火災が発生しています。これに対してアメリカ全体の平均では1900マイルあたりに1件というデータが出ています。つまりテスラ車は平均と比べて約 8.1 倍も火災のリスクが低いということになります。さらに注目すべきなのは、この数字には放火や山火事、構造火災など車両そのものが原因ではないケースも含まれているという点になります。一方、アメリカの火災統計では、そうした構造火災などを除外しているため、実際にはテスラ車の方がさらに安全である可能性もあります。よくある誤解として、EV はバッテリーがあるから火災のリスクが高いといったイメージがありますが、今回のデータはそれをしっかりと覆す内容になっています。テスラの車両が走行距離あたりで見るとガソリン車よりもはるかに安全性が高いという事実が数字として示された形と言えるのではないでしょうか。オーナーの方にとっては安心材料の一つになりますし、投資家にとってもテスラの安全性がデータで裏付けられたという意味で非常にポジティブな材料と言えるのではないでしょうか。では最後の話題は投資家の間でも大きな注目を集めているウォーレン・バフェットさんの発言です。ご存知の通り、ウォーレン・バフェットさんは保険会社ゲイコを傘下に持つバークシャー・ハザウェイの会長であり、長年にわたり保険業界にも深く関わってきた人物です。そんな彼がもしテスラが完全自動運転、つまり FSD を実現し、事故を 50% 削減できた場合の影響についてこう語っています。事故が 50% 減れば社会にとってはいいことだが保険会社にとっては売り上げが減る。でも社会にとってはいいことこそが大事だと。この発言にはテスラの FSD が実現した時にどれほど大きな社会的インパクトをもたらすのか、そしてそれが既存産業の構造を変えてしまう可能性があるという本質的な示唆が含まれています。事故が減れば当然保険の請求件数も減り、保険料も下がる可能性があります。それは保険会社にとってはビジネス上の逆風になりますが、社会全体としては交通安全が大きく向上することになります。つまり FSD は単なる技術の進化ではなく、安全性という価値を通じて社会そのものを変える可能性を持っているということになります。これはテスラ株を長期で保有している投資家にとって非常に大きな意味を持つ視点だと思います。はい。ということで、今回の動画ではテスラに関する最新注目トピックを5つ取り上げて解説させていただきました。まず1つ目、中国で2025年秋に登場予定の新型モデル YL。3列6人乗りの新構成で室内空間とファミリー層を意識した進化モデルでした。続いて、航続距離800キロ超と言われているモデル3プラス、高出力なモーターと長距離仕様の NCM バッテリーを搭載し、長距離ドライバーにも注目のモデルになりそうです。
そして3つ目は FSD のスーパーバイズドがシドニーで始まったこと、右ハンドル、左側通行環境でのテストが行われ、日本を含むアジア市場への展開が現実味を帯びてきました。そして4つ目は、テスラの火災発生率がアメリカの平均の8分の1以下であるというデータ、放火や構造火災も含んだ上でのこの数字っていうのは、テスラ社の安全性をしっかり裏付ける内容と言えるでしょう。そして最後は、ウォーレン・バフェットさんが語った FSD による保険業界への影響、社会にとっていいことが優先という価値観がテスラの FSD がもたらす未来のインパクトを象徴したと思います。皆さんが今回の中で一番気になった話題はどれでしたか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は現在319ドルとなっております。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。真夏、今一番怖いものって何でしょうか？それは熱中症じゃありませんか？冷房をガンガン使いたいんだけれど、電気代が気になる。冷風が苦手で、クーラーを避けてしまう。その結果、室内でも熱中症になる人が後を絶ちません。実際に昨年は夜間に熱中症で救急搬送された人が総務省の統計で約10万人もいたそうです。驚きじゃありませんか？でももし冷風がなくて電気代も抑えられて部屋中が快適に保たれる、そんな空調設備があったらちょっと気になりませんか？そしてそういった空調設備が実はあるんです。それがエコファクトリー社のエコウィンハイブリッドという次世代型の空調装置です。この装置は輻射熱っていう自然の原理を使って夏は涼しく冬は暖かくするんです。実際に僕は体感しましたけれども、これは本当に快適な空間ができます。家の中だけではなくオフィスとかですね、それとか公共施設、病院とか図書館とかそういったところも踏まえてかなり快適な空間になるんですよね。実際に現在、日本の多くの体育館で導入が進められていたりもするんです。そして、このエコウィンハイブリッドの体感会をエコファクトリーの方にお願いして、実際に行うことになりました。7月27日の日曜日に熊本の本社で行います。東京支社の方も予定はしていたんですけれども、こちらはおかげさまで定員数に達しましたので、募集終了となっております。熊本に関してはまだ大丈夫なので、ぜひね、体感されてもらえたらと思います。輻射熱は今の時期に体感するのがベストです。ぜひエコな空調空間、これをぜひね、体感してもらいたいなと思います。参加希望の方は僕の LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。